本当のゴールはこの山の環境が良くなって、例えば30年ぐらい前ぐらいの、豊かな自然、それが30年前が一番いい状態かって言われるとわからないんですけれども、植生があって生態系があって多様な動物がいて、生態系と自然がバランスが取れて人間が利用しているっていう状態になったところを目指しているので、僕が生きている間には見れるかどうかちょっと怪しいかなと思ってますので、それの、回っていくような仕組みを作って次の世代に渡すことができたらいいなと思ってます。今日は遠くからお集まりいただいてありがとうございます。じゃあまず今回の、ガイドはい、を仕切ってください。はい、倉原さん。はい。おはようございます。おはようございます。天城トレイルワーカーズの倉原と申します。よろしくお願いします。天城トレイルワーカーズはこの辺天城山と呼ばれる天城と呼ばれるエリアなんですけど、天城のエリアを中心に登山道の整備ですとか、山の森林環境の保全なんかの活動を2023年からやっている団体です。はい。でテレビ静岡さんとかその静岡守り隊さんと一緒にワークショップという形でこの日本杉歩道の復活を目指して今活動をしているところです。で、今日ですね、皆さんに整備していただく日本杉歩道はですね、静岡県の三島市のところから下田市のところまで通る下田街道という道の一部で、その下田街道の中の一番険しい峠を越える道のところを日本杉歩道という形で昔から名前を呼んでまして、でそこが今通行止めなんですね。でそれを復活を目指して整備をしているところですので、今日皆さんに作業をお願いしたいと思いますので、今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。少し濃くてですね、すごく見た目がピンク色って感じのピンクなんですよ。移动无语那个小时候那个路，登山道。今車でずーっと走ってきた道が、今の天城越えの道ですね。はい。1970何年だったかな、1970年代にトンネルが開通をしまして、今の道になりました。でその前の天城越えが、今の道路のすぐ横に旧道が走ってまして林道になってます。でそこにはあるのは、明治時代、明治38年に開通をした、明治時代のトンネルがあります。でそこを川端康成が歩いて伊豆の踊り子を描きました。はい。でさらにそのもう一個前の、江戸時代末期から明治の初めに使われていた道が、今日行く下田街道の日本杉歩道、その峠が、当時の天城越えになります。はい。なので今皆さんがいる道というのは、江戸時代からある道になります。もちろん道の幅とか大きさは変わってるでしょうけども、江戸時代の道になります。はい。今日今ここにいて、はい、ここからずーっと上がっていって、この辺が整備場所です。はい。この辺整備。で、ここまで、はい、の峠、日本杉峠。はい。ここがその日本杉峠で、昔の、峠、天城越え。はい。で、歴史の話としては、ここからずーっとこっちまで昔からの道なんですけども、今の話をすると、通行止めはこっからここまでなんです。じゃあこっち側は通れるのかというと、実はですね、こっち側の道は、何箇所か崩れていて、通ろうと思えば通れるんですけど、とても危ない、はい、状態になってます。はい。で実は、管理をしている人が違って、今日そんな話もします。はい。登山道とは、はい、登山道はね、もともと道があって誰でも歩いていい場所もあるんですけれども、日本ではその登山道を管理している人っていうのが必ずいます。はい、でこの峠からこっち側は河津町といって地元の町が管理をしています。はい、ただこっち側はですね、伊豆市という町なんですけれども、伊豆市が管理をしていません。はい、管理してない。なので昔から道はあるんですけれども、道として認められていないですね、今の法律上は。はい、なので、整備をしたくても整備ができないですね、道じゃないから。はい、
森自体は国有林って国の森なんですけれども、そこに道があることになっていないので、それを整備するための許可を出す人もいない。なので、こっちのね道が結構荒れているんですけども、我々いろいろ話はしているんですけど、今のところ整備をするという方向に今なってないんですね。はい、できれば当然この歴史の道ですから、ここから反対側まで越えて全部一続きの日本水歩道として、管理をして整備をしたいんですけども、今ちょっと法律上それができない状態になっている。はい、なのでまずはね、こっち側河津町側をしっかり直して開通させて、で向こう側の反対側の伊豆市にもしっかりそこを管理してもらって、道として使えるようになるように、いろいろ話をしていくっていう段階になってます。はい、整備するときに、もちろん人が通れるようにもするんですけど、通れると同時にその周りの、植物とか植生、この生態系が、再生しやすいように、茂りやすいように、整備をしていきます。はい、で、そうすることによって、道も、修復されるし、その植物が再生することによってその道ですとかこの山全体が守られていくという考え方でやっています。登山道を、壊す原因として、一つは人が歩くことによって削れる。それからもう一個はですね、大きな壊す原因があるんですけども、何でしょう。雨とか。ああ、いいですね。はい、雨とか。倒れ木とか。倒れた木、はい、倒れた木も根っこがゴンと倒れたら、でその辺の一番のやっぱ原因がやっぱ今の雨とか、あと水ですね。総合的に水、はい、水がこう登山道を流れてくると、登山道の中をこうどんどん削っていく。はい、なので水の量を、登山道の中から出すとか、水の量を減らす、流れる勢いをゆっくりにするっていうことを結構気にして作っています。なので今この斜面でも上から水が流れてきて、この斜面をこう水が流れてきて、こっちに流れる水もあればこっちに流れる水もあれば、はい、でその中でここを流れる水がこう勢いよく流れすぎるとこの階段を削ってしまうんですね。なので、ここ今近づいて見てもらうとジグザグに木を、組んでいるんですけれども、この階段の中で水がゆっくり流れるような状態を作ってあげると、この階段を削るパワーが弱まる、はい、のでこうジグザグに木が組んであって、でなおかつ水が分散して流れるようなことを考えながら、施工しています。はい、でここからですね、こう沢には降りていって、ここから地獄谷っぽいこの岩壁の脇を通る場所が増えていきます。はい、でこの橋がやっぱ気になりますよね。この橋、今少し話してたんですけど、昔はねきっともっと水の水量もあったのかなと、なんとも分かんないですけど、ちなみに僕は伊豆に移住して今15年ぐらいになるんですけども、移住してすぐの頃はこの橋渡ってました。はい、僕この橋渡ってたんですけども、やっぱもう10年ぐらい前からどんどん朽ちてってもう通れなくなっちゃったんですけれども、この上を見るとちっちゃいなんか木が生えたりするんですよ。そこは鹿が歩けないから鹿に食べられないで残った芽とかもあったりはしたんで、これが2000年25年ぐらい前の写真です。はい、でこのね木は今でも生えてるんですけども、この写真の中で今行くとない植物があるんです。でその植物はこの辺にもおそらくね生えてたんですけども、伊豆半島全域というか、天城山周辺で、減ってる植物があって、何でしょう、ようさん。なかなか今すごいハードル高い問題を今出してますけど。これって指さしてもらう。これってこれ今ないんじゃないかと。今なくなった植物。ああ、これですか。これ何笹？そう、これ笹。笹。そう正解です。はい、石ゲット。そう、これね笹がいっぱい生えてるんですけど、これねなんだっけ、スズタケ
鈴竹という名前の笹なんですけど、鈴竹って言うんですけど、笹です。はい。この笹がなくなってるっていうのは結構今、登山道もそうなんですけど、結構この山の大きな問題。なんでこの笹を何とかしなきゃいけないっていう活動も今してます。はい、昔施工された階段がこう残ってます。はい、历史的台階。このままこの沢の中を歩いていたんですよ。あれがですね、この辺がおそらくね、石垣がどこかまであったと思うんですけども、なんかゴロゴロ崩れていってるんですね。で、今回ですね、この壁がこれ以上崩れないように少しそこに手当てをします。はい、我们要用石头把这个即将要崩塌的面给它填起来，堵住，防止它继续下雨，然后这边的路继续往下坍塌。这就是我们今天要做的事情。だけそうなので最悪川村さんと思って。传说中的鹿肉便当哦，あれマジで？鹿肉是吗？那个便当。待会儿坐下来的时候你再拍个。川津東の話のようですね。这鹿肉还意外的挺好吃的，不错，鹿肉好吃，鹿肉还好吃，不错。哇，它好有嚼劲儿啊！你也是第一次吃鹿肉吗？我第一次吃鹿肉，感觉是那种肉的纤维里面带着点筋儿的感觉。啊，对，它那个卡勾带感就是嚼劲。ありがとうございます。この木があってその上に石が引っかかってその結果ここにはちょっと大きな山が石がこういっぱい溜まってる状態ありますよね。この木とこの木がなければここはこんなに土は溜まってない、岩は溜まってないんだと思うんです。そういうところ、そういう感じでこう自然の中にいろんな偶然に木が何かに引っかかってそこにいろいろ溜まっていくっていうような状態があるんですけれども、まあそのようなのをこう真似る、自然の中にあるその仕組みっていうのを真似て施工していきたいなと思っています。で、真似る真似方がうまくいかないと多分崩れちゃうんですね。まあその時にはやっぱり自然の学び方が足りないっていうかね、自然に負けるっつったらあれですけれども、もっと自然を学ばなきゃいけないなっていうことなんだと思うんですけども、そういう意味で今日やるのも完成した後にそれがずっと持つかどうかは分かんないです。ここにもっと大きな自然の大きな力が働いて崩されるかもしれないし、その時はまた作ればいいのかなと思います。はい。私から見て障害に強い。はい、せーの、よいしょ。从底下开塌，底下塌了，上面就塌了，所以是把这面先放木头，放完木头之后放石头，把这些地方做个加固，这种感觉。需要两根长的，最少两根。说3米的那个，这边3.5米，那边3米。应该我估计应该是要4根，因为要做2三层吧，至少要4根。じゃあ我搬到这里，我往这里来，我那有搬。はい、1本もらいましょう。内側の方から隙間を作る。なるほど。はい、じゃあ来てください。はい、向こう側にも。でね、一番そっちの端っこの下に、これ。いや、それはね、この上なんだけど、そっちが下がらないように、その一番下に、その高さぐらいの石を置いてほしい。で、もう一本来たいよね。よし。島がまだいるね。まだいるよ。まだいるっちゃうよ。1个小时，我们把这一面非常漂亮的把它塞比好了。防止这个水土流失。すごい。ここにこう石を置いて、でこの
登山道がここの上じゃないですか。上を歩く登山道なんですね。でそこをここに石を置いてここが崩れるのを防ごうという作業を今してました。でそれをあそこの道の辺りまでこうと積んでって、でここを守ろうかなというのを作りたいんですけども、一応前回作業したところがこの上にありまして、ちょっとそっち見に行ってみましょうか。はい。いうのでここに今石を積んでここが崩れないようになったんですね。なので、これと同じようなことをあそこでもやりたいんですよ。去修改石头的形状，让这个大石头更契合这个份儿。でここに石を置けば、そうですね、間に。中に入っちゃった。こうやってやっと動かなくなる。おっと、すごいけど持てますね。持てる男です。もう限界。もう限界か。こっちでもいいし、今の方がいいと思います。こう斜めだったらここに石がこうガーってはめれるんですよ。そうですね。はまります。はい。ちょっと待って。そういうサービスないから。最愛だっつ。いいですね。いいですね。いいですね。はい。で次ここですね。もう一回。もう一回。もう一回。おお。できたんだ。諦めかけてましたけど。我们把这里铺满了。铺满了，铺满了。写真撮ったり歩いてみたりしてみてください。これでここの道が頑丈になりましたね。ちょっとの。いいねいいね。芸術っぽいよ。芸術じゃダメなんだよ。芸術じゃダメ。ちょっと仰々しいから。おお。こちらも。好快呀！1个小时，2个小时，然后我们2个班把这里堵住了。なのでこう水の量の差が結構激しい場所なんです。なので結構こう浸食と堆積をこう繰り返しながらこの沢はずっと繰り返したんですね。おそらく昔の人なんかは、それは当たり前で崩れたら直してって使ってたと思うんですね。今登山道っていう決められた場所がある以上、ある程度そこを守れる状態に持っていくという形で、登山道側を守っているという形になりますけれども、なので継続して見ていく形が必要かなと思います。はい、ここだけじゃないですけども、この登山道、直して終わりじゃなくて、直してその後継続して維持していく体制といいますか、みんなで見ていけばいいんですけども、登山者の人たちもいろいろ見てもらいながら、なんか崩れてるな、ここちょっとやばそうだなと思うところは、そこの地域の、こういう団体があれば団体に、田舎とだったら行政とかに、声が、かけられる声
声が通るような仕組みにしていけるといいなと思ってますので、もちろんここもまた見に来ていただいて、他の場所もぜひ見たらいろんな声を発する状態にしていけるといいかなと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はいチーズ道を直すだけじゃなくて、周りの植物とか植生とか生態系を一緒に復元させて、山全体として良くしていきましょう。そういうきちんとした手続きを経てやっていく。で、行政がきちんと責任を持ってお金を出してやっていくというのは大事です。なので皆さん山を登られる方々がちゃんとそういう声を上げていく。遊びに来てください。で、あと私は一応行政の人間でもありますので、そうですね、続き頑張ってまいりたいと思います。意外と体だけじゃなくて頭も使ったりするんだなっていうのが分かってすごい勉強になりました。9月にやらせてもらったところが3ヶ月後に来て元気にしている姿を見てまた今日やったところがまた何ヶ月後かに見に行くことが楽しみになったって言って、あ、これエンドレスじゃんそうなんかもう今日もまた楽しかったです。ありがとうございました。自分もそうですし、友達一緒に登山してる友達も、一応山登りしているうちにできるだけもしゴミとか発見したらすぐ拾うだったり、そういう本当にちっちゃいだと思うから。やっぱり自分はまだ甘いなと思って、登山も道直すでもちゃんと知識を身につけてやっていくべきだなと改めて思いまして、これからね、皆さん他の方に対して、インフルエンサーになってこんな有意義な活動あるんだよって、大変だったんだよじゃなくて楽しかったんだよ。一番最後のみんなクロージングのミーティングで一人一人意見を言ってくださるシーンが私は一番大好きなんですよ。やっぱり私たちが伝えたいと思ってたことを本当にそのまま皆さんから答えをいただいて、ちゃんと登山道を作るだけじゃなくて、この山の自然を大切にするんだっていうところまで伝わってるっていうことが実感できた時が一番やりがいを感じます。最後の最後に天城越えの歌を歌い続けていただけるんでしょうか。そうですね、歌ってよろしいでしょうか。もちろんですはい、歌って楽しく、きついとは思うんですけど、仕事はきついだけじゃなくてみんなで歌って笑って楽しめる、そんなワークショップにしていきたいなと思ってます。わかります。はい、ありがとうございました。